霞駅は兵庫県三方郡上町に位置します。はいどうも、いつたびです。私は今 JR 山陰線霞駅に向かっています。霞駅到着。乗ってきたのは駅メモバージョンのキハ47。元気よく城崎温泉に向けて出発していきます。霞駅は鎧駅と柴山駅の間にある駅です。1日平均乗車数は約400人。ラインカラーは黄緑。駅ナンバーはありません。ホームは相対式1面と島式1面2線で運用されています。1番ホームの北側には短いホームが残されています。駅舎は貨物の取り扱いを色濃く感じさせる屋根付きの部分があります。1番線の休憩の椅子は12脚。京阪神に帰る乗客が重い荷物を持って腰掛けたことでしょう。名所は国定公園内に多くあります。スキー場もあるのか。改札の上には巨大なカニがあります。さすがカニの町ですね。大きさもすごいけど、横から見た時のリアルさがすごいよ。豪華列車の水風も停車することがあるんだね。待ち受けポイントなのかな。1番線の西側に線路の一部が置いてあります。と言っても短くて、しかも1本。何か調査でもしているんでしょうかね。2番、3番線は地下道を通っていきます。鳥取方面の乗り場になります。昭和30年まではどこかで渡っていたんでしょう。地下道は明るい色使いで、角には時刻表があります。霞駅は普通と特急のすべてが停車します。屋根は木造で切妻屋根、途中で Y 字屋根に切り替わり、長い。待合室の上の絵は霞高校の学生が描いたものです。完成は世界認定前のこと。後で文字を追加しています。竹野から浜坂まで特徴をつかんで上手ですね。そして大きい。霞は海岸が美しそうですね。室内は長いベンチシートが壁面にあり、エアコンはありません。もうすぐ特急がやってきます。
の時間の浜風が出発すると次の列車まで1時間以上空きます。さて、ホームの屋根は Y 字型と切妻屋根が切り替えてあります。ステンドグラスのようですね。2番線ホームには巨大なカニ爪があります。とっても映えるポイントですね。質感といい、光沢といい、見事です。今日は曇りということもあってか、昼間でも照明が点灯しているんです。そしてこの駅はホームに特徴があります。1番線のホームの東側には一段下がってからまた上がるという面白い構造が見られるんですよ。京都からは181キロと半分。3番線は線路が光ることなくあまり使用されてないことがわかります。浜風は3両編成と6両編成があります。待合室の後ろの3番線側は狭くなっているので注意が必要です。おお、ゆでだこのような除雪車ですね。さあ、1番線に戻ります。これだけ大きな霞駅ですが、無人駅なんです。地下道の広告も開いてますのでご活用ください。改札は友人の時代を感じさせ、にぎわっていた声が聞こえそうです。切符入れの箱もあります。乗車ホームを確認して向かいましょう。乗車には交通系 IC カードは対応していません。特急列車停車駅ですがシンプルです。城崎温泉米子間の路線記号は A ですね。自動券売機は令和3年に導入された緑の券売機プラスと一般的な券売機の1台ずつ。使いこなさないと列車に乗れないね。なおわずかな時間ですが販売停止時間が設定されています。欄間のような部分には丸山応挙の襖絵のモチーフがある。今日行きたいところの一つです。待合室は広そうですね。ちょっと覗いてみましょう。木がたくさん使われた喫茶店のような場所ですね。ステーション〇〇ですか。いろいろと考えて作られているようです。待合室を図書館にする実験だそうです。来やすそうでいいですね。展示している本は借りることができます。代書版は借りておられるところです。最大1年間借りれますので、また来なくてはとなりますね。いろんなアイデアがあるもんです。ピアノも置いてあります。私は弾けませんけど。飲み物の自動販売機は交通系 IC カードが使えます。誰かいたら話が弾みそうな雰囲気があります。あったら便利だよね。そしてこの木目がいいね。間伐材を有効利用しているのでしょう。駅前はロータリーがあり、ギリギリまで屋根がある。タクシーもバスもあって便利そうです。私の持つ駅名のイメージは黒ですが、ここはカニの町だからか赤い。屋根が大きく中が暗く見える駅です。雪を考慮しているのでしょ
上町の町民バスはノンナルカー、乗られますかといった感じの方言でしょう。中型バスもあります。全端バスのカラーのバス停ですが、町民バスです。ぬいぐるみは何だろうな。のんびりした時間が流れます。ここにもカニ爪、帰る前に撮るのいいね。後ろには上町の観光ポイントが載ってます。駅の東側には JR 利用者限定の駐車場があります。それでは周辺を巡っていこう。準備完了。ちなみに駅前に観光案内所があり、レンタサイクルを利用することができます。まず昼食に伺ったのは霞のメイン通りの産業道路。海に向かって1分。グリルキッチンティーダ。息が切れるまでに到着の近さです。店内は席が少ないですが2階もあります。ランチメニューから選んだのは骨付き鶏もも肉のカレーです。これは楽しいカレーですよ。ピーマン、ナス、オクラと一足早く夏がやってきたような感じがするね。サラダとコンソメスープ付き。霞は海産物がうまいのは分かってる。洋食もいけるじゃないか。カレーはマイルドで辛くなく、香辛料も控えめ。付け合わせのポテトがしっくりくる。レンコンとオクラが歯ごたえがあって満足感をもたらす。鶏もも肉が柔らかいの。スプーンでほぐれるんだよ。すっかりやられました。満腹です。ごちそうさま。海です。立派なトイレ。建物はトイレか。シャワーもできるんだな。今はロックされて使えない。そして見えるのはオーシャンビュー。夏には海水浴客でごった返すんだろうな。こっちの方は岩じゃないけど石がありますな。細かい砂だわ。小高い半島のような。次はあの山まで行こうと思います。帆船みたいな雰囲気ですね。床が甲板のようです。昔の地図をはめ込んだものがあります。あの岩、あの島のことか。こんな霞も使われていたのかな。風がまあまあ強いね。松林が続くね。漁港が近づいてきました。霞漁港西港です。
冬の松葉ガニの他に兵庫県で唯一この港で水揚げされる紅ズワイガニも一品です。すごいね。カニが書いてあるな、あそこ。日本で391カ所ある名所の一つです。こんなんでカニ取るんか。だんだんと山が近づいてきましたね。こんなところに鯉のぼり。周辺は飲食店、販売店、加工業者などが集まっています。鮮魚店。水揚げして競りをするところですね。山陰線沿いを見てきましたが、一番広いと思います。すごい大きな建物。冷凍したりするのかね。上は何だろうね。こちらには田島漁業協同組合の統括本部があります。船ごとに仕分けしてある。鳥居が見えてきた。そのまま進むと子ども園の広場にも船。楽しそうです。自転車をして歩いていきます。八坂神社です。うわ、踏まないようになんていけねえな。多くの寄贈を受けた玉垣の中には遊覧船として活躍していた船もありました。まあ立派だ。主催神はスサナオノミコト。数字や入れるところがなかったので気持ちにしておきました。今回は基地でした。基地ですか。この神社本殿の屋根が立派で銅板も新しい。木々に覆われ山頂にある神社ですね。そして苔の緑が鮮やか。次はすぐ近くにある女将公園。名勝霞海岸の展望スポットとして有名です。高さ100メートルぐらいの崖の上にあって覗き込むのがちょっと怖い。そして風が強いです。岩肌がザラザラで列柱の姿がありありと見れます。吹き上げる風が先ほどと違いすぎます。岩打つ波が間近で見れますが柵がないので見学には用心してください。日本海広いな。続いては大乗寺へ向かいます。レッツゴー。途中酒屋の北神商店に寄ってみました。冬季限定の霞鶴買いました。飲んでみよう。町内には海産物の販売店をよく見かけます。大乗寺までは 2.5 キロ。
途中山陰線沿いに霞神社があります。今日は先を急ぎます。大乗寺は真言宗のお寺ですが、丸山応挙という画家の襖絵があることで有名で、別名応挙寺と言います。こちら上町役場の庁舎です。上町の人口は1万5,000人です。高架道路は山陰近畿自動車道、無料で通れる道路です。一部工事中ですが、鳥取と豊岡、京都府の宮津を結ぶ道路になるんだって。大乗寺までもう少し。軽快に進めて気持ちいい。着いたようです。広い駐車場完備。お寺は8世紀からあり、とても長い歴史があります。門をくぐり、迎えてくださるのが丸山応挙像です。内部は撮影禁止です。パンフレットをいただき、ガイドから説明をいただきます。見学を自由にするのではありません。客殿には部屋が13あり、それぞれに襖絵があります。金箔と緻密な黒い線の対比、また何枚もの襖絵をダイナミックに構成する絵がよく考えられていました。視線によって印象が変化する襖絵はトリックかと感じさせます。江戸時代中期の作品ですが、傷みが少なく説明とともに楽しむことができます。応挙がこの寺の住職から学士を援助したことが縁で、応挙やその一門の襖絵がたくさんあるんですね。視覚的に楽しい体験でした。そしてお寺というより美術館に来た印象です。大乗寺からすぐのところに際立って古い建物を発見。霞鶴に関係があるところなのでしょう。もしかしたらかつての醸造所なのでしょうか。帰って飲もうかな。買い物をしようとフレッシュバザールに来ました。駐車場も広くてみんな来るよな。衣料品やドラッグストアも併設しており、日用品は揃いそうです。スーパーでは地元産鮮魚が多く並んでいました。竹野のハマチと霞のヒラメ、そして霞鶴。ごちそうさまでした。ここは霞踏切。めっちゃ車が通ります。しかし列車が来るのです。仕方ないね。迫力ある。いいね。お次は特急浜風。3番線から出発する霞始発の列車です。駅に戻ってきました。霞はカニやイカなどの海産物に恵まれ、夏冬問わず観光客を訪れる印象深い街でした。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の駅でお会いしましょう。霞駅からお届けしました。